皆さんこんばんは。ユンタンチャンネルのユンタンです。皆さん今日も一日お疲れ様でした。はい。今日の韓国であったエピソードは、工事現場でおっさんを挑発した喫茶店のお姉さんというタイトルになります。はい。それでは早速始めます。2001年の頃のことでした。私はその当時高校3年生でしたけど、勉強には全く興味がなかったので、塾を登録して、毎日塾で友達と遊んでましたね。そういうある日、カードゲームを友達と一緒にやってたんですけど、1ヶ月分のお小遣いを全部なくしてしまったんですね。本当に絶望的でした。仕方なく工事現場でバイトをすることになったんです。工事現場のバイトは初めてだったんですけど、道路の工事現場で働くことになったんですね。私の体がちっちゃかったせいか、掃除ばっかりやらされたんです。ある日、ランチの時間でしたけど、一緒に働いているおっさんが喫茶店のコーヒーを頼んだんですね。10分ぐらいだったらお姉さんがコーヒーを持ってきたんですけれども、本当に綺麗なお姉さんが来てくれたんですね。短いスカートを着てきたんですけど、本当にそのお姉さんの足ばっかり見てしまうことになったんです。おっさんに熱いコーヒーを注いでくれてるお姉さんは、冗談みたいにそのおっさんに言ってました。お兄さん、これ一気飲みしたら願い事叶えてあげるから。ほほほ。やってみて。その言葉を聞いたおっさんは、本当ね、あんた本当でしょって言いながら持ってきた熱いコーヒーをフーフーしながら本当に息飲みしてたんです。その瞬間、私はそのおっさんが世の中で一番羨ましがったんです。私は私一人でいやらしい想像をしながらそのおっさんの願い事を楽しみにしてたんです。なのに、そのおっさんの願い事が、そのおっさんはお姉さんに向かって、こう言ってました。あんたもさ、これ息飲みしろ。あんたも息飲みしろ、あんたも。お姉さんは戸惑って、そのコーヒー代をタダにしてくれたんです。はい。私の話は以上になります。皆さんいかがでしたか？今も韓国の地方とか行ったら、そういうことあるんですけれども、この話に出てくるその喫茶店のお姉さんということは韓国語でタバンアガシって言って、タバンって昔風の喫茶店ですね。で、それでその喫茶店の方に、電話してコーヒーとか頼むと、本当にちょっと、綺麗なお姉さんが、ちょっと、そういう短いスカートとか着て持ってきてくれるんです。で、それでコーヒーを注いでくれたり、ちょっと一緒に座って話してくれたりとか、だからそこに関してサービス代を払ったりとか、そういうことが昔結構流行ってたんですね。今もソウルじゃなくて結構地方の方に行くと、まだ、結構あると思います。で、その次の表現が、おっさん、おじいさんということですけれども、おじさんは韓国語でアジョシと言いますね。ちなみに韓国の映画でアジョシという映画がありますけれども、ウォンビン、韓国の俳優のウォンビンっているんですね。そのウォンビンが主役に出てくるアクションの映画になります。結構面白いので、皆さんぜひ見てみてください。それで最後の表現としては、一番最後にそのアジャシおじさんの願い事が息飲みしろということだったんですけれども、その息飲みということは韓国語ではそのウォインシャッと言いますね。ウォインシャっていうのがその英語の1、ワンということと、シャっていうことはショットということですね。だから
ワンショット。だから一気で飲むという意味で、ワンシャットと言います。はい。それでは今日の韓国語をまとめてみると、喫茶店のお姉さんはタバンアガシ、タバンアガシ。その後おじさん、おっさんはアジョシ、アジョシ。最後に一気飲みはワンシャット、ワンシャット。はい、以上になります。はい、皆さん今日いかがでしたか？次はもっと面白い話を皆さんにご紹介したいと思います。それでは皆さん今日も本当にありがとうございました。감사합니다。